今回は MSX の魅力に迫ります。毎回恒例ですが、中の人は一般人であり、インターネットや各書籍からの引用で動画を作成しております。完全なデータとしては不十分であり、間違い勘違いなどもありますので、内容の間違いをこやつめでスルーできない方はここで動画を終了されることをお勧めします。それでもよいよという方は少々お付き合いいただければと存じます。1、はじめに1983年昭和58年、一つのパーソナルコンピューター企画が誕生した。当時は NEC や富士通日立などが各社独自のパーソナルコンピューターを発売していた。そんな中、アスキーとマイクロソフトによりメーカー統一のパーソナルコンピューター企画 MSX が誕生した。時代的にファミリーコンピュータと同じ年である。ファミリーコンピュータはご存知の通り、家庭用ゲーム機では一強の時代が続き、1990年のスーパーファミコンにその役割をバトンタッチし、輝かしい7年間を終えた。ファミコンユーザーは大人になり、それぞれ別の人生を歩んでいった。片や MSX、 当時パソコンでは NEC の PC8801 が主流であり、80年代後半では X68000 というアーケード並みのスペックを持つ機材も登場した。初代 MSX、MSX2、MSX2 プラス、MSX ターボ R と時代に合わせて進化していった。でもそれらの何十万もする高級なパソコンや家庭用ゲーム機と比較しても MSX は映像も音楽も何か物足りなかった。鳥山明先生が1985年ヘタッピ漫画研究所という漫画の描き方の本を出版されている。その中に興味深いエピソードがある。漫画に登場する人は必ずどこかに欠点を持っていなきゃいけないという。実際あられちゃんはロボビタン A がなくなると止まるし、ガッチャンもゴムは食べれない。ドラゴンボールの悟空は当初は尻尾が弱点だった。例えでウルトラマンを出している。フラッシュビームがないと変身できないし、3分しか戦えない。弱点があった方が勝った時に余計に嬉しいとなると解説されている。その弱点だらけの何か足りない制約だらけの MSX は日本だけではなく世界中で深く愛され、2024年現在でも世界中でファンミーティングイベントが開催され、新しい作品が作り続けられている。また最近では新製品も発売された。 MSX は現在進行形での現行機なのだ。 MSX と出会いエンジニアの道へ進んだ人も多く存在する。2ちゃんなどの解説者ひろゆき氏も MSX ユーザーとして有名だ。当時10代の少年だったユーザーは50歳前後となるが、家庭を持ち会社や医療機関、教育の場で活躍しながらも今でも当時の熱狂そのままで映像や音楽を作る活動を続けている。40年前の企画と機材になぜそこまで引きつけられるのか。 MSX という存在、いや概念の魅力に迫る。 MSX の始まり。今パソコンといえば Mac か Windows であろう。映像の世界では Mac を使う人も多いだろうが、ほとんどのオフィス環境は Windows だ。1995年 Windows95 を発売して以来、様々なメーカーが同じ OS の製品を発売している。それ以前はメーカーが異なれば OS も独自だった。ソフトも互換性はない。パソコンも3家と呼ばれ、NEC、シャープ、富士通がそれぞれパソコンを販売していた。当時はとても高価で20万から40万弱と、とても子供が簡単に買えるものではなかった。ゲーム機とは異なり、パソコンはソフトが作れる。パソコンはいわゆるマシン語と呼ばれる文字の羅列で動くが、これは人間には書けない。簡単に分かりやすくプログラムできる仕組みが作られて、マイクロソフトが1975年アルテア、ベーシックを開発。この成功の後、マイクロソフト、ベーシックは儲かるソフトウェアライセンスビジネスの基盤となっていく。1970年代から特に1980年代にかけて、様々なホームコンピュータやパーソナルコンピュータに移植され、拡張されていった。それは日本でも広がった。それでも機種間に互換性はなかった。ここで世界中に MSX やろう、MSX 兄弟を生み出すことになる偉人が登場する。西和彦先生である。早稲田大学理工学部の図書館で見た雑誌の記事を読み、
マイクロソフトにコンタクトし、ビル・ゲイツに面会する。マイクロソフトからベーシックインタプリタのカスタム化に応ずるという返事をもらい、 TK80 マイコンキットにベーシックインタプリタを搭載するプロジェクトを開始する。これが後に PC8001 を NEC とマイクロソフトで企画・開発するベースとなった。1978年にアスキーマイクロソフトを設立し、社長に就任。1979年マイクロソフト米国本社極東担当の副社長、 NEC の PC8001、 PC8801、日立製作所のベーシックマスターレベル3、沖電機の F800 などの企画・設計に参画した。1980年、昭和55年にマイクロソフト米国本社新技術担当の副社長、アスキー、マイクロソフト側がメーカー独自のハードウェアに合わせたマイクロソフトベーシックをカスタマイズする形で移植していたが、この方法ではメーカー並びに機種単位の互換性がないという欠点があったため、共通規格として MSX が誕生した。安く簡単に使える家庭用パソコンはパソコン母産系以外のメーカーに支持された。6月16日、マイクロソフトのビル・ゲイツとアスキーの西和彦が主催する合同発表記者会見があった。共に27歳という若者の声掛けで、日本の大手家電メーカーのほとんどといえる計14社が集結した。ソニー、松下、東芝、日本電機、シャープ、富士通、カシオ計算機、キヤノン、三洋電機、日本ビクター、パイオニア、日立、三菱、ヤマハなどが賛同した。記者会見に参加した NEC は結局ハードを発売することはなかった。まずは CPU にザイログ ZH10A3.579MHz 8ビット、当時としては一般的な CPU であり、アーケードやセガマーク3にも搭載され、互換チップは PC8801 にも採用。時代が16ビットの時代になっても音源制御用 CPU として採用されるなど、長く愛されたチップだ。1976年に発表され、なんと現在でも同社により製造されている極めて息の長い CPU の一つである。最新版はなんと最大 20MHz のより高速なクロックに対応する製品もある。 Z80 の歴史は日本人が関わる。1943年8月22日生まれの島正俊先生だ。電卓の開発から始まり、出張社員としてインテル4004の設計に関わる。その後離婚、インテルと会社を移り、インテルは8080を開発。8080では当初より主任設計者を務めて、4004の時と同様にほとんど一人でロジックを組み上げ、8080のパターンの隅には島家の家紋が刻まれている。その後 CPU 開発チームの主力メンバーと共にスピンアウトし、ザイログ設立に加わり Z80 を設計した。以後 V、M、テクノロジー、AOI テクノロジー、会津大学での教職などを歴任した。マイクロプロセッサの歴史に大きな影響を与えたとんでもない人である。 MSX、DOS について、 MSX、DOS は本来 MSX 用のオペレーティングシステムとして開発された製品であるが、パチンコ基板にも搭載された。 MSX の総生産台数500万台に加え、パチンコ基板の年間生産台数が420万台に及んだことから、当時の日本の OS シェアのトップは実は MSX、DOS だったと元マイクロソフトの古川徹は指摘している。3. MSX の音楽の世界。ここで音源を紹介する。 MSX には5つの音源が存在した。 TSG、プログラマブル、サウンド、ジェネレーターはゼネラル、インストゥルメンツ社の AY38910 である。 TSG はエンベロープ機能をハードウェアで持つ。 DQ 比率 50% の区形波 ×3 足すホワイトノイズを出力する。Apple II のモッキングボードをはじめとして世界各国のさまざまなパソコンに採用された。 AY38910 は8ビットの IO ポートを2つ、ポート A、ポート B 持っており、この IO ポートを使ってコントローラ端子が実装された。シンプルな音色ながらさまざまな演奏テクニックが開発された。
特に PSG2 ちゃんを利用し、2ちゃんをわずかにずらして演奏するデチューンによるコーラス効果は、その美しい精密で多くのファンを持つ。ここで若干脱線する。安価な区形波のような音が出る音源を現在 PSG と表現されることがある。PC エンジンでも CD 音源に対して内蔵波形メモリ音源も PSG と表現されることがある。同じくファミコンの区形波部分も PSG ではない。ほぼ同じものにヤマハ製品の PSG 同等品があり SSG と呼ばれる。セガで利用された DCSG がある。ノイズ機能が独立しており、DCSG のノイズ機能はファミコン同様独立しており、より豊かな表現が可能である。セガは家庭用ハード SG1000 およびアーケード基盤セガシステム1、その後のメガドライブでも DCSG を採用している。YM2151 通称 OPM。OPM はマーブルマッドネスをはじめとするアーケードや X68000 という高級パソコンに搭載され、当時の FM 音源としては発生数、スペックともに最高峰の音源であるが、最初の登場はヤマハが発売した MSX パソコンの専用 FM 音源ボードとして発売された。価格が非常に高価だったこともあり広く普及はしなかったが、簡単に FM 音源を制御可能なシステムとして利用された。ハドソンで多数の名曲を生み出す国本武明氏がヤマハ札幌店の店内で同システムで自動演奏のデモや接客のアルバイトを行っていた。そうした中、札幌市に本社があったハドソンのプログラマーである笹川俊之氏が来店して店内で流れる自動演奏の曲に興味を持ち、曲を作った国本氏を会社に誘うエピソードは有名だろう。 MSX オーディオ。 MSX オーディオはゲームでの採用が極端に少ないがゆえに本性で多少時間をいただく。結論から申し上げるととても高価で日本では売れなかった。これ以降の MSX での FM 音源は OPLK と呼ばれるヤマハの FM 音源が採用された。まず FM 音源の FM ですが、周波数変調の訳語である。ラジオで AM と FM とありますが、この FM と同じ意味である。ラジオの AM は電波の強弱で信号を伝えるのに対して、ラジオの FM は周波数を変化させることで情報を伝える。ラジオの場合は復調を行い、元の音声信号を取り出す。FM 音源は同じ仕組みで、元となる制限波を変調することで、元のポーというシンプルな音とは異なる発声が可能である。音の発生源及び音を変化させる仕組みをオペレータという。DX7 では6つ、OPN 及び OPM では4つ、MSX で主に使われた OPLK は2つ使える。アルゴリズムってなんだ？オペレータの組み合わせをアルゴリズムという。 DX7 などでは32パターンもあり非常に複雑です。直列につなぐこともできれば、並列で音を鳴らすことも可能である。直列の場合はこの音をこう変調するといった具合に連続して音を変化できる。対して並列の場合は複数の音を鳴らせる。アルゴリズムの中に元に戻るパターンがあるが、こちらはフィードバックと呼ばれ、自身で変調する。イメージ的には自分をくすぐって音を変化させる、つまり一人変調ができる。これ以降の MSX での FM 音源は OPLK と呼ばれるヤマハの FM 音源が採用された。FM 音源にはいくつかのグループが存在する。代表的なものをいくつか紹介する。DX7 などのシンセサイザーを除くと3系統ある。違いはデチューン2の有無とオペレータ数の違いである。OPM 系4オペレータでデチューン2がある音源で、紹介した YM2151 が該当する。バリエーションは多くなく、基本的には YM2151 一つとその他派生が若干あるとご理解いただいて結構です。 OPN 系4オペレータでデチューン2がない音源で、発生可能な音数や同時に内部収容している他の音源のバリエーションの違いで代表的なものに以下がある。 YM2203 OPN PC8801 など、 YM2608 OPNA サウンドボード2など、 YM2610 OPNB ネオジオなど、 YM2612 OPN2 メガドライブなど、 OPLK 2オペレータで音色の自由設定、内部収容している。
他の音源のバリエーションで代表的なものに以下がある。こちらは後ほど停止してみていただくとして、まとめるとこのようになる。 YM3526OPL シリーズのベースとなった音源である。制限波のみ2オペレータ9ちゃんまたは6ちゃんプラスリズム5ちゃん。アルゴリズムは直列並列の2種類。国立科学博物館の2019年度重要科学技術史資料未来技術遺産に登録された。コモドール64の FM 音源オプションとして発売されている。 YM さんは G12、FM1312、OPL2OPL の機能に加えてキャリアに制限波以外も発生可能となっている。 YMF262OPL3 サウンドブラスタープロ2のために開発され、 PC 用内蔵音源のデファクトスタンダードとして全世界的に普及した。後の携帯電話向け音源チップのベースにもなった。 YM2413OPLL。OPL2 をベースとし、キャリアは制限波と半波整流のみ選択可能。チップ内蔵の15音色とユーザー定義音色1個。アルゴリズムは直列のみ。詳しくは口述する。コナミ VRC7OPLL をベースとして音色が異なるメロディー録音のみ対応している。 Y は1950MSX オーディオ OPL をベースとして ADPCM 機能を搭載。 MSX オーディオとして発売された。 MSXFM 音源には MSX オーディオと YM2413 これ以降 OPLL、FM パックなどで表現の2種類の FM 音源が存在し、共に OPL 系であることから2オペレータである。このことにより MSX ユーザーは4オペレータである他パソコンと比較される立場にあり、そんな MSX ユーザーの心情を投影した秋葉原のパソコンショップと思われる映画のワンシーンがある。2つで十分ですよ。 No, 4, 2, 2, 4. 2つで十分ですよ。 And noodles. 任せてくださいよ。お分かりいただけただろうか。2つで十分なんですよ。分かってくださいよ。前置きが長くなり恐縮であります。ここからやっと MSX オーディオの物語が始まる。 MSX オーディオは1986年に発表された MSX の拡張音源の規格名の名称および FM 音源チップ Y8950 の俗称である。このチップは1984年にリリースされ、 MSX オーディオベースのカートリッジは1986年に登場し始めた。2オペレータ9ちゃんまたは6ちゃんプラスリズム5ちゃん足す ADPCM1 ちゃんの構成である。残念ながら日本ではその価格からほぼ普及しなかった。しかしこちらを見ていただこう。 Ciao, hai visto? Mi sono fatto il Music Star della Philips. Cos'è? È una cosa fantastica. Metti questa cartuccia nel computer e suoni come vuoi. Ma se fino a ieri non sapevi suonare. Ma da oggi è diverso. Puoi creare una musica con un suono qualsiasi. Sta a sentire. Oh, che bello! Allora provo anch'io. È facilissimo. Se fino a ieri non sapevi suonare. お分 Zitta, かりいた ma だけただろうか。なんとイタリアでは MSX オーディオのテレビコマーシャルが流れていたのだ。 B5 のドラマーマヌエル・デ・ペッペと思われる主人公が彼女と楽しそうに MSX オーディオを楽しむ微笑ましい CM である。 MSX とヨーロッパ、特にオランダは深く長い関わりがある。オランダでは電池の家電大手フィリップスが MSX 機を販売していた。1980年代のオランダでは MSX はコモドール社のコモドール64やシンクレア社の ZX スペクトラムを抑え、最も人気のあるコンピューターであり、世界的にもユーザー数で考えた場合に日本に次ぐ第2の市場となった。 MSX 専門誌の MSX コンピュータークラブマガジンの定期刊行は1995年12月1996年1月号まで続き、これは日本の MSX ファンよりも長い。 MSX オーディオはアーケード作品でも採用されている。サイコソルジャー1987年3月に SNK から発売された
強制横スクロールのアクションシューティングゲームです。本作はメイン BGM に肉声によるボーカル音声が用いられた。第1ステージと以降の特定のステージで BGM の1ループ分のみ歌が流れるようになっている。 FM 音源で音楽部分を ADPCM 音源でボーカル部分を再生している。ボーカルの音声は日本国内版は日本語、海外版では英語となる。日本語版、英語版とも当時アイドルだった清水香織が歌唱を担当している。 MSX での活躍。 FS-CAH は1987年パナソニックから発売された MSX オーディオユニットである。 FS-CAH は H コンポシリーズと銘打ったパナソニックの H シリーズを想定した得意なカートリッジ形状になっているため、機種によっては装着が不可能なこともあった。当時はラムの価格が高かったこともあり、価格も34,800円と MSX 本体に迫るものとなっている。 MSX オーディオ対応専用カートリッジソフトは MSX1 ゲーム1つと MSX2 ゲーム3つだけである。日本では34,800円という値段の高さと対応ソフトウェアの少なさからほとんど普及することはなく、その後1988年に7,800円で発売された MSX ミュージック YM2413 規格の FM パナーミューズメントカートリッジが普及、事実上の標準音源となった。海外での MSX オーディオの活躍に目を向けよう。国外ではフィリックスより NMS1205 ミュージックモジュール、東芝より HX-MU900MSX ミュージックシステムという名称で発売された。フィリックス NMS1205 はイタリアではミュージックスターという名前で販売された。それらは MSX オーディオ規格の使用を部分的にのみサポート。 MSX の PSG と比較した MSX オーディオの音量は各モデル間で著しく異なる。前述のテレビコマーシャルの通り、ヨーロッパ地区においても輝かしくデビューを果たす。しかしながら海外においても非常に高価であり、当時の少年少女たちは簡単には購入できなかった。日本では安価な FM パックが発売されたが、日本でしか発売されなかった。海外での MSX の FM 音源は実質 MSX オーディオ一択であった。80年代終わり頃、海外の熱心な MSX ファンたちは MSX オーディオは憧れの存在であり欲しがった。そしてやっと購入できたファンたちにより、日本を超える勢いで非常に愛された。フィリックスの本拠地であるオランダのファンは MSX オーディオでのデモンストレーションやゲームを作曲しすぐに成功を収めることになる。ミュージック1987年10月セガのマスターシステムとして YM2413 は採用された。同じく PSG しかなかったセガファンに喜んで迎えられ、そして1988年7月新しい MSX ミュージックとして FM パックが発売された。正式名称は FM パナーミューズメントカートリッジ。先行して発売されたパナーミューズメントカートリッジと同様の一部のゲームなどに対応したバッテリーバックアップメモリ機能も持つ。 MSX に90和音もしくは60和音プラスドラムセットゴートの演奏機能と対応ゲームに対するデータのセーブを実現する。希望小売価格は7,800円だった。当時 FM 音源ユニットが数万円したことからも圧倒的に安く、一気に普及が進んだ。発売当時アーケードやパソコンでの FM 音源は4オペレータの OPM および PC88 などに採用された OPN 通称 YM2203 が中心であった。4オペレータの豊かな表現力、そして自由な音色作成は魅力であった。しかしながら FM パックは自由に作れる音が1つしかなかった。標準で使える音も15種類。明らかに4オペレータの表現力と比較しレベルが落ちていた。ドラム音色も通称ポコポコドラムと呼ばれ、軽いサウンドを奏でた。 FM 音源は多数のバリエーションがあるが、最もシンプルであり安価なチップだった。しかしその音源チップに魅せられた男たちがいた。
まさか当の本人たちもそれから40年弱の付き合いになるとは想像もしていなかった。最初はその素朴なサウンドを生かした楽曲から始まり、マイクロキャビンの新田先生による重厚なサウンド、その後はパチスロ機にも採用され、他の FM 音源チップが滅んでいく中で2000年頃まで実チップでサウンドを奏でた。そのサウンドは愛され、 PCM の時代になってもストリームサウンドで再生され、ファンに愛され現在でも聴くことができる。詳しくは口述する。 SCC サウンドクリエイティブチップはコナミが開発した波形メモリ音源兼メモリーバンク制御チップである。1986年2月頃、同社 MSX サウンドプログラム担当の青木豊がファミリーコンピュータディスクシステムに音源が内蔵されていることをヒントに MSX 用拡張音源の要望を出したことがきっかけで、当時の MSX 用ゲームのサウンド担当だった上原和彦らがアーケードゲーム部門の音楽スタッフと音源の使用を決め、メガロム制御用メモリバンクコントローラ兼用の拡張音源 LSI として開発された。家庭用ゲームソフトへの搭載は1987年の MSX 用ゲームソフトグラディウスにより採用された。同時発生数並びにチャンネル数は5音。波形1ループあたりの標本化は32段階、量子化は256段階と同時期の他の波形メモリでは最も細かいパラメータ指定が可能。当初はカートリッジ内蔵ということもあり、ユーザーは聞くだけだったが、スナッチャーにて SCC カートリッジとフロッピーでの発売となり、音源としての SCC を手に入れることができた。その後 OPLL 含めて SCC を制御可能なソフトウェアミュージカが公開され、一般ユーザーに浸透することになる。ゲームサウンドの魅力は聞いていただくのが早いであろう。後ほど口述する。4. MSX1 について。 MSX は各メーカーで互換性を持たせるために 64KB のアドレス空間を持つスロットという概念を導入。目的は全ての家庭に手が届く5万円台を目指した。そのためには汎用的なチップを使う必要があり、安価な Z は自重や安価なグラフィックチップを使うことになった。初めての MSX は1983年10月三菱の ML8000 だった。価格は59,800円。同年11月アスキーから MSX マガジン発売。なんと1983年には83本ものソフトが発売されている。コナミも結局南極大冒険など4本発売している。その後カシオが低価格 MSX である MX10 を発売。価格は19,800円。40年経った今でもパソコンとしては圧倒的な安さであろう。ここで MSX1 のスペックを当時の代表的な機材と比較し見ていこう。ビデオディスプレイプロセッサDMS9918。もともとは1979年に発売された同社の TI-99-4 に搭載するために開発された表示プロセッサである。 MSX1 以外ではセガの SG1000 および SC3000、トミー、フュータなどに採用される。1979年当時としては強力なグラフィック機能を持っていた。その仕様は以下の通りだ。画面でファミコンと2年後に発売される PC8801M2SR を比較として載せている。複数の描画モードを持っていたが、主にゲームで使われたのはグラフィック2モードである。解像度 256×192、色数16色。この16色も自由には使えず、横8ドットで2色しか使えない。またこの16色も独特で微妙な同じような中間色だった。グラディウスのデモ映像が有名だろう。スプライト 16×16 または 8×8 の単色のものが32枚表示でき、横には4つまで表示可能。スムーズスクロールなどの機能は持たない。グラフィックチップとして4年も後に発売されるファミコンと比較すること自体が困難である。この愛すべきグラフィックチップは最後まで対応ソフトがリリースされた。コナミから発売された MSX での最後のグラディウスシリーズ、ゴーファーの野望エピソード2は1989年発売である。横8ドットで2色しか使えないのは致命的で、また単色スプライトもファミコンと比較すると寂しく、当時のグラフィッカーは相当の苦労をすることになる。
そんな制限しかない MSX1 で制限を感じさせない名作が多数発売される。代表作をいくつか紹介する。 MSX1PSG 時代の最高傑作サナド。1987年日本ファルコム。 MSX1 以降2メガビットロム。ドラゴンスレイヤー2は1985年に日本ファルコムが発売したアクションロールプレイングゲーム。木谷義雄プロデュースドラゴンスレイヤーシリーズの第2作目であり、8ビットパソコン向けに数多く発売された。日本国内のパソコンゲームとして約40万本の売上本数を記録し、発売から40年が経過した2024年時点でもこれを超える記録は国内 PC ゲームではないとされる。オリジナルは天才プログラマー木谷義雄氏と天才ドットや山根智夫氏を中心として作られた。最初は X1 版1985年11月3日発売。 MSX2 版は1987年2月21日に発売された。そして MSX1 版は1987年11月6日に発売された。やはり元のグラフィックがシンプルであることから MSX1 版でも可能な限り再現している。そして音楽に異変が起きる。音源は PSG なのだが新たに音楽を作り直した小城雄三氏と石川美恵子氏である。 PSG を2ちゃん使ったそのデチューンによるコーラスサウンドは革命的だった。 FM 音源を用いた PC88 版よりも美しいとされたそのサウンドはユーザーの心に響いた。サントラも発売され、ゲームは未プレイだがそのサウンドを愛するファンも多いだろう。そして MSX1 の性能を使い切ったのはコナミであろう。 MSX1 は BG に横8ドット中2色と単色スプライトしか使えない。それらを組み合わせて映像を作り出した。これ以降スプライトは緑の枠付きで背景は赤色で表示する。レーザーおよび多色的キャラは BG で描かれる。次にグラディウスミを見ていこう。タイトルに一部スプライトが使われている。この後のデモではスプライトは使われていない。次にサラマンダを見ていこう。サラマンダが一番派手にスプライトを使っている。次に問題のパロディウスを見ていく。一見なんてことないシーンであるが、ひな壇からキャラクターがニョキッと出てくる。左にスプライトがあるのがポイントだ。スプライトが4つ以上表示できないことを利用してキャラをマスクし、せり上がるように見せているのだ。そんなコナミの革命的名作はこちらである。夢大陸アドベンチャー。1986年コナミ MSX1 以降1メガビットロム。 MSX ユーザーは当時ファミコンや PC88 との圧倒的な性能差で苦しい立場にあった。そんな中コナミが名作を発売する。普通 MSX1 のゲームで遊んでいればあらゆる制限が目につく。
映像やサウンドだ。本作は結局南極大冒険の次回作として MSX のみで発売された。普段は感じるその性能差を一切感じない美しいグラフィック、そしてそのサウンド、 MSX マガジン担当者が特殊チップが入っているに違いないと分解したのは有名な話だ。そしてそのゲーム性、難しいなんてものではない。何度もコンティニューして必死にクリアした。エンディングは2パターンあって、その選択肢は明かされてなかった。後年コンティニュー回数によって変わることが明らかになる。陸、地下、海、雪、宇宙とステージは変わっていく。コナミ MSX の名作はグラディウスシリーズが有名であるが、宇宙空間の黒を基調とした色と異なり、本作は様々な美しい色でステージを表現する。MSX ユーザーが胸を張ってた機種ユーザーに自慢できる名作だった。今でも MSX1 の最高峰として挙げるユーザーも多いであろう。グラディウスに1987年コナミ MSX1 以降1メガロム。1980年代はゲームといえばシューティングゲームだった。ゼビウス、ファンタジーゾーン、そしてグラディウス。うまい、下手関係なくみんな新作が出るたびに勝っていた。グラディウスはスペースハリアーがそうであったかのように家庭用ゲーム機、パソコンなどに移植され、ベンチマークのようにその能力差を見ることができた。そんな中ファミコン版グラディウスが発売された。滑らかなスムーズスクロール、カラフルなスプライト、美しいサウンド。レーザーは短いけれどアーケードに頑張って挑んだ作品だった。片や MSX 版グラディウス、優れているね。長い BG で描かれたレーザー、オリジナル面、以上である。どう頑張ってひいき目に見てもファミコン版に負けていた。両画チップの発売の4年間の差は大きい。スムーズスクロール機能もない8ドット単位のガクガクスクロール。自キャラは重ねて2色、敵キャラは BG もしくは単色表示。色数も52色に対して微妙な16色。完敗である。そんな中1987年8月22日グラディウス2が発売された。ちなみにアーケード版グラディウス2発売は1988年3月24日であり、 MSX 版の方が早い。毎回この界隈では戦争が起きるので MSX ファンは一歩引いて愛してやまないこの作品をグラディウス2と呼ぶ。本作で SCC は初登場する。ファミコン版との性能差に嘆いた MSX ファンは歓喜した。使用制限を忘れさせる美しいオープニンググラフィック、そして SCC の重厚な BGM。 通常 MSX で色が足りない場合はスプライトなどを重ねて色を足す。この OP はほぼ全て横8ドット2色の制限内で描かれている。そしてゲームが始まる。 MSX のために書き下ろされた各ステージのよりカラフルになったグラフィック。 PSG さんちゃんと合わせて足された5ちゃんの波形メモリ音色。アーケード版グラディウスでも PSG と2ちゃんの波形メモリ音色だった。その豊富なチャンネル数でデチューンコーラス、エコーなどサウンドの深みが増した。また豊富なオリジナルの攻撃手段も追加された。独自のストーリーも追加された。これ以降もコナミはグラディウスシリーズは MSX1 で発売された。サラマンダ、多くの続編が出ることになるパロディウス、ウォーファーの野望、エピソード2。最後までコナミは MSX1 ファンを大切にしていた。OPLL 時代の最高傑作 R タイプ。オリジナルは1987年7月1日にアイレムから発売された名作シューティングゲームである。 CPU に NEC の16ビット CPU の V30、 サウンド CPU に Z80、 音源は4オペレータ最高峰の FM 音源は IM2151、 解像度は 384×256 ピクセル、パレット512色。これが Z80、 微妙な16色2オペレータ FM 音源の MSX1 に移植されたのだ。 MSX ファンは過去に挑んで一生懸命スペック差に挑んだ無茶移植をたくさん見てきた。どれも愛のある名に語りない移植であった。当初はこの R タイプもその頑張った移植と受け止めようと購入した。それは衝撃的だった。なんと R タイプだった。まずはサウンドであろう。オリジナルの世界観が再現されていた。実
自作音色が1ちゃんと内蔵音色15種類で作られたそのサウンドは BGM と攻撃音ととてもよくできていた。今聞くと当然違いはあるが、アーケードとの差が大きかった時代であり、ゲームセンターそのままのサウンドと感じた。普通に考えれば R タイプの世界を MSX で描くのは不可能だ。そこでアイレムはセガマーク3スペースハリアーと同じ選択を取る。自キャラ、フォース、ビット、敵の弾をスプライト、これ以外を全て BG で描いた。自キャラのアニメーションはアーケードそのものかのように美しいアニメーションで美しく回転した。全て BG で描いた映像も微妙な16色、横8ドットに色の制限がないように美しく描かれた。記憶にも深く刻まれる伝説的な移植であった。MSX2 について、1985年5月7日に発表され、6月からハードが発売された。広報互換性に配慮しつつ、従来の初代規格と比べ主にグラフィック機能が大幅に強化された。規格の末期には低価格路線を推し進めたことでユーザー数が大幅に増加した。 CPU は据え置き、グラフィックは TMS9918 の上位互換を持つヤマハ V9938 を採用。各グラフィック機能が増強され、最大解像度はインターレス表示時で 512×424、 最大表示色は256色と強化された。縦方向のスムーズスクロールがハードでサポートされた。表示モードに制限があるものの、横方向のスムーズスクロールにも一部ソフトウェアで対応できた。標準音源は従来通りの PSG である。ある程度強くなったが FM パック発売の3年前であり、横方向スムーズスクロール対応ソフトスペースマンボウ発売も4年後の1989年のことだった。要するにファミコンや PC88 などのハードにもまだ追いついていなかった。それでも色数の増加と縦スクロール機能実装は大きかった。また後年発売される FM パックとの併用で1段階レベルが上がった。ここで PSG 時代の最高傑作を紹介しよう。ドラゴンスレイヤー4ドラスレファミリー。1987年、日本ファルコム MSX1 以降 MSX2 以降2メガビットロム、何回か本チャンネルで取り上げている日本ファルコムの代表作だ。ファミコン版がオリジナルであるが、移植された MSX2 版は素晴らしい出来だった。美しいグラフィック、小城雄三氏による美しい旋律、深いゲーム性、欠点が何一つない。天才キヤシが作るドラゴンスレイヤーシリーズの名に恥じない名作中の名作である。イースシリーズ、イースハワン2、3と MSX に移植されている。オリジナルが FM 音源に対して全て PSG で楽曲が奏でられる。それぞれに特徴がある。イースキャラクターグラフィックがオリジナルの発色に対して美しく書き直されている。また X1 版同様にオープニングなどで新曲が PSG で作られている。その楽曲は評価が高く、後の Windows アレンジ移植でも再登場する。小城雄三氏と石川美恵子氏によるその新曲は素晴らしく、ユーザーの心に強く残った。イース2においても豊富な色でオリジナルを超える映像美を作り出した。ラムによるセーブ機能にも対応しており、また速度も向上、テンポのあるプレイが楽しめた。残念ながら新曲はなく、オリジナルの88番の前では PSG 版の BGM は頑張ったんですが、オリジナルが偉大すぎた。しかし安価なハードウェアでオリジナルのイース2がプレイできるのは MSX 版だけであった。 PC エンジン版も素晴らしいのですが、ゲームをつなげている関係上違いがあった。イース3、当時は FM パックも発売されていたのですが、残念ながら非対応。 PSG での対応だった。オリジナルの88番と比べても多少の遅さがあった。しかしグラフィックの美しさはオリジナルを超えていた。ガレススタイン城の遠方からの夕焼けの映像は MSX 版からとなる。 OPLL 時代の傑作。アレスタ、当時縦スクロールといえばファミコンだった。その後 PC エンジンでも名作が発売される。そんな中、コンパイルよりアレスタが発売される。
オリジナルは1988年2月29日セガマーク3発売1メガビットロムカートリッジ FM 音源対応。 MSX 版は1988年7月23日発売2メガビットロムカートリッジ FM 音源 MSX ミュージック対応で2ステージを追加した全8ステージで構成されている。オープニングなどでビジュアルシーンも用意されている。当時は群を抜いたグラフィックで映像も音楽ももはやファミコンは敵ではなかった。そしてあの伝説のソフトが生まれる。サークマイクロキャビン。オリジナルは1989年7月7日に PC9801 で発売。 MSX 版は1989年12月8日に発売される。通常4オペの YM2203 に勝てないのが常識であった。しかし4オペといえど YM2203 は FM 音源派3ちゃんと SSG、PSG と同様3ちゃんしか使えない。片や MSX 陣営 FM 音源2オペとはいえ発音数は優れていた。マイクロキャビンには新田忠宏先生がいた。新田先生が作るサウンドはこれはあの FM パックなのか。富永信じられないサウンドを奏でた。美しいオープニング、街、フィールド、そして空を舞う曲、すべてが美しかった。ザナド以来のオリジナルを超えた移植となった。マイクロキャビンはこの後も良質なソフトを供給。サークシリーズ、ファイナルファンタジーなどを MSX 末期まで提供し続けた。ドラゴンスレイヤー英雄伝説。日本ファルコムのドラゴンスレイヤーシリーズ6作目。現在も続く奇跡シリーズ1作目である空の奇跡が英雄伝説6であり、その出発点の作品が今作となる。日本ファルコムが OPLL に対応する。このニュースは嬉しかった。 MSX 用に書き起こされた美しいグラフィック。さすが OPN 使いの日本ファルコムのオリジナルにはかなわなかったが、美しいサウンドを奏でた。また豊富な色数で美しいオープニングを飾った。6. MSX2 プラスについて。1988年発表され6月からハードが発売された。 MSX1 から MSX2 への大幅な変更と異なり、 MSX2 プラスでの変更点は VDP 変更による表示機能の追加や一部オプション規格の標準化にとどまっている。横方向スクロールが可能になったことと 19,228 色の1枚絵が表示できるようになった。以上である。機能増強としては寂しかった。専用対応ソフトもわずか6本。それでも名作が発表される。 F1 スピリット 3D スペシャルコナミより発売。 MSX2 プラスで搭載された横スクロール機能の操作線割り込みを併用することにより、ラスタースクロールによるフロントビューの疑似 3D を実現したことが特徴。引き換えに前作の独特の疾走感は失われている。クオリファイ性などゲームの基本システムは初代 F1 スピリットを踏襲している。マシンセッティングについてはタイヤの選択やウィングのダウンフォースなどより細かくマニアックにセッティングできるようになった。2人プレイについてはコナミから発売されたマルチプレイヤーケーブルにより MSX2 プラス本体のジョイスティックポート同士を接続することで可能になる。本体やモニターのみならずゲーム自体も憎みが必要となる。音源は MSX2 プラスで事実上標準搭載された MSX ミュージックと PSG に対応。後年発売された本作のサウンドトラック F1 スピリットプラス F1 スピリット 3D スペシャルのライナーノーツでは曲奏が制約されたことを吐露する記述があった。コナミの MSX2 プラス専用並びに OPLL 対応ソフトは結果的にこれが唯一の作品となった。それでもコナミらしいサウンドを OPLL で堪能できる貴重なソフトであった。レイドック2ラストアタック E&E より発売。 MSX2 プラス本体と同時発売。キャッチコピーはこれは最大最後の戦いの記録である。 FM 音源対応。 MSX2 プラスの自然画モードスクリーン中に対応したタイトルグラフィックが2枚収録されている。
またステージ中間のアニメデモも強化された。対応ハードがハードウェア縦横スクロール機能を実装したことを受け、横スクロール面が追加された。これに加え、単純な縦横のみならず斜め方向にもスクロールする。またこのスクロール機能を生かし、 BG で描かれた複数画面を占有する巨大ボスキャラクターが複数登場する。 MSX のシューティングゲームとしてグラフィックの美しさは評価が高い。7. MSX ターボ R について。 MSX2 プラス発売の2年後、1990年秋、 MSX は最後のバージョンアップを行う。 MSX ターボ R、 その頃は16ビットの時代になっていた。家庭用ではセガメガドライブがすでに発売されており、同時期にスーパーファミコンも発売された。パソコンも徐々に PC9801 のソフトが主流になっていた。日本ファルコムモキュッパチオリジナルゲームとしてロードモナークブランディッシュを発売し、8ビット最後のポップルメイルは翌年1991年発売である。そんな中 MSX ファンの期待を受けて7年間ともに戦ってきた Z は地銃と合わせて16ビット CPU の R800 が搭載された MSX ターボ R が発売された。 MSX2 プラスと同じ V9958 を採用したが、これによる表示が著しく全体のパフォーマンスの足を引っ張る形となっている。 MSX の構造上 VDP を経由しなければ VRAM にアクセスできず、 VDP へのアクセスそのものが MSX2 プラスよりも多くのウェイトがかけられるようになっている。描画を行わないソフトウェアでは高速な動作をするものの、描画処理が増えるほど VDP 自体の処理速度に依存してしまい、表示そのものにまつわる処理によって遅いソフトウェアについては旧機種に対し高速モードのパフォーマンス的な優位性は示せなかった。音源としては MSXミュージックが標準搭載になったほか、8ビット PCM の録音再生機能も持つ。ただしBIOS のルーチンでは PCM 再生時に CPU の他の処理を止めてしまうため、他の PCM、ADPCM 搭載機のように音楽の同期演奏に使うのには著しく難があり、利用例は多くなかった。後年には VDP の操作線割り込みを利用することで並列再生させたソフトもあったが、 MSX はもともと1ビット D、A のサンプリング機能を持ち、また PSG を使用しての4ビット PCM 再生をさせたソフトも存在したことから、それほど注目はされなかった。専用対応ソフトもわずか10本だった。しかしながらその速度は素晴らしく、楽曲作成のコンパイルは素早く、信長の野望武将風雲録対戦も爆速、M マガの付録の噂のコロシアム山で1500試合爆速で終わってしまう、とんでもない速さであった。ベンチマークも優秀で、他の16ビットパソコンを超えるものもあった。もともと MSX2 プラスが MSX2 に横スクロール機能がついた程度の性能であり、速さ以外のベースは1986年の MSX2 とさほど変わらなかった。89,800円と MSX としては非常に高価でありながら、25,000円のスーパーファミコンとの性能差は圧倒的な差だった。もしその性能がメガドライブくらいあれば、もう少し夢を見ていられたのかもしれない。ハンソフトには恵まれなかったが、 MSX ターボ R は MSX ユーザーに愛された。先ほどから流れる背景の映像は全てアマチュアによる作品だ。 MSX ターボ R はとてつもないポテンシャルを持っていた。そして現代になり MSX ターボ R 規格は役に立っている。現在 Windows 上で MSX を再現するソフトウェアが存在するが、音楽作成にしても Z は地銃のエミュレーションでは現代人の体感では合わない、遅すぎるのだ。ある意味現代になり再評価されていると思う。もっと光り輝いてほしかったが、 MSX の歴史は MSX ターボ R で一旦終わりを迎える。今画面にドルアーガの塔が出ている。こちらはなんとベーシックで動いている。概要欄にリンクを貼らせていただいておりますが、これらのゲームを個人作成で再現されている。技術力と作り上げるエネルギーに脱帽するとともに、これが MSX ターボ R の力なのであると改めて思い知る。8. 海外での MSX。
日本が世界に誇るものは何だろうか。漫画、寿司、当然 MSX である。 MSX の400万台以上の販売台数のうち約半分が日本、残りの半分は海外での販売である。 MSX は日本国内のみならずオランダ、ブラジル、韓国を中心に現地企業でも生産され、他の国にも輸出された。日本でパソコンも3家に対して出遅れた家電メーカーが MSX に参入したのと同様に、ブラジルのグラジエンテやオランダのフィリックスといったアップル、2や ZX スペクトラムに対して出遅れた現地の大手家電メーカーが MSX 規格に頼らざるを得なかったという事情もあり、 MSX に注力したこれら大手企業の影響力が強い諸国ではそれなりに普及した。 MSX は文字キャラクターをロムに記憶せずユーザーが生成することができ、各国の言語の独特の文字に柔軟に対応でき、英語以外のマイナーな言語を使う国々向けにローカライゼーションをする上で好都合なので、非英語圏を中心に高く評価された。用途は国ごとに異なり、主に教育用途で使われた国と主にゲーム用に使われた国に分かれる。アルゼンチンやソビエト連邦諸国では主に教育用コンピュータとして用いられた。スペイン、ブラジル、韓国などでは主にゲーム用に使われ、MSX はグラフィックチップに TMS9918 を搭載するなどハードウェア構成がゲーム機のコレコビジョンやマスターシステムとよく似ており、それらのゲームが移植しやすかった点も評価され普及につながることとなった。一方で英語圏ではあまり普及しなかった。欧州、フィリックス社の地元オランダのほか、イタリア、スペインでは MSX は人気があった。しかしこれらの国でも1985年発売のコモドールアミガとあたり ST に MSX2 は対抗できず、1980年代末にかけて衰退していった。スペインではリリースされた MSX 用ソフトの数が日本に次いで多く、ソフトウェア販売数で考えた場合には日本に次ぐ第2の市場となった。リリースされたソフトはほとんどがゲームで、他に実用ソフトも販売されており、ワープロなどを含んだ環境まで存在していた。スペインの MSX 市場は1985年に最盛期を迎え、MSX 専門誌が3誌も販売されていたが、1980年代末にかけて衰退していった。MSX の商業的な活動が収束した1989年以降は同人による活動が活発になり、ウェブでは2002年設立の同人ゲームサークルが母体となったカロシ MSX がコミュニティの総本山にあたり、2003年から開催されている欧州の MSX1 用インディーズゲームコンテストの MSX デブを2011年より引き継いで主催している。ちなみに MSX デブは世界中の MSX ユーザーが自作のゲームを応募し、その出来を競いつつみんなで遊ぶコンテストである。2003年から毎年開催されている。以前は本体ラム 16KB 以下 VRAM16KB で動く 48KB までのロム作品などのルールがあったようであるが、現在はフリースタイル。 MSX ターボ R 含めて実機で動けば何でもあり、このコンテスト応募された作品がダウンロードして遊べる。文字通りの世界の最新の MSX ゲームが遊べるとても素晴らしいコンテストである。コンテストの優秀作品はブラッシュアップされた後、多くが市販されており、秋葉原などの電気街のショップで外国製の新しい MSX ロムゲームとして販売もされている。中南米、ブラジルでは現地大手家電メーカーのグラジエンテとシャープのブラジル法人シャープとブラジルが1986年頃より製造販売したあたり、2600の代理店から MSX 機の販売に切り替えた経緯があるグラジエンテをはじめとして、シャープも MSX をパソコンというより安価なゲーム機の代替品として捉えていたようで、 MSX2 企画の発表後にもかかわらず初代 MSX しか販売されなかった。ブラジルでは国内産業保護のために海外製ハードソフトの輸入に法外な関税をかけて事実上禁止する法律があるため、当地で流通したゲームは全て国内製。販売された MSX 機は上記の現地大手家電メーカー2社によるものだけだったが、テレビ CM を含む積極的なキャンペーンの結果、
MSX は発売から2年で10万台、トータルで40万台の大ヒットとなった。初代 MSX が普及し専門誌による情報交換も盛んだったブラジルではユーザーコミュニティが MSX2 の発売を切望していたが、シャープは1988年に MSX から撤退、ブラジエンテも1990年には MSX から撤退し、以降は MSX2 ではなくファミコンを販売した。そのためサードパーティーから MSX2 相当にパワーアップする製品などが発売され、ユーザーコミュニティによる実製作も盛んとなった。それなりの知識があれば各種アップグレードパーツを用いて MSX2 用のメガロムのゲームを日本と同様にプレイすることが可能だった。ソビエト連邦、東側諸国、ソ連などの共産圏では MSX は学校などに多数納入され、初等教育の現場でも応用されていた。冷戦時代、西側諸国ではコンピューターを含む電子機器の輸出を対共産圏輸出統制委員会ココムで制限しており、ソビエト連邦を中心とする共産圏の国々では16ビット以上の高性能コンピューターを西側から輸入することができなかった。当時のソ連の人民が触れることのできたコンピュータは基本的に学校にあるヤマハの教育用パソコンであり、ヤマハはパソコンの代名詞となった。ただし導入状況は学校によるので MSX を全然知らない人も多い。ソ連の軌道宇宙船ミールでも MSX2 規格の動画編集機であるソニー HB-G900AP と見られる機材が設置されており、1990年12月の TBS 宇宙プロジェクト日本人初宇宙へにて撮影されたビデオの編集に使用されていたことがスポンサーであるソニーの技術情報誌の特集記事として掲載された。音楽制作ではヤマハ CX5 がよく使われ、アルバムのジャケット写真やライナーの使用機材紹介でよく載っている。アンドレイ・ロジオノフ&ボリス・チホミーロフ、ロシア語版はソ連初のテクノアルバム「パルスイチ」1985年を制作している。ここまでは MSX ユーザーはみんな知っている情報だろう。先ほどから流れる映像は2023年のモスクワで開催されたスマートシティフェスティバルの映像だ。1980年代の当時ソ連の少年たちにとって MSX は貴重な存在だった。あれから数十年経って MSX を愛する気持ちは日本人と少しも変わらない。 MSX はロシアでも MSX 野郎たちによって愛されている。9、その後の MSX と魅力。 MSX は一度衰退する。理由はいくつかある。末期はコピーソフトが全国に流通し、ソフトが売れなくなった。雑誌でもみんなコピーはやめようと声をかけるほどであった。ゲームファンはスーパーファミコンなどゲーム専用機に流れた。当時のコアユーザー層が大人になってバイトや仕事に忙しくなり、興味が恋愛やバイクへ変わっていった。そしてゲームそのものをやらなくなっていった。1992年 MSX マガジン休刊。 PC ゲームは Windows95 発売まで PC98 が支え、その後 Windows へ移行することになる。 MSX と MSX に採用された YM2413 はここで役割を終えるはずだった。 MSX と YM2413 第2の人生。 MSX に搭載された MSX、DOS はその後パチンコ台の標準 OS として広く採用。 Z85 管 CPU に外部アクセスができない ROM に焼き付け MSX 互換の CRT コントローラされ、年間400万台以上の出荷を達成。当時提供の始まった MS、DOS1.25 版の出荷数量を凌駕する市場を形成することになる。アマチュアレベルでは OS の開発も続けられている。Unix や GUI 採用 OS も稼働している。最新 OS のプレビューは2024年1月30日。なんと動画投稿の1ヶ月前だ。MSX のメインの FM 音源は YM2413 通称 OPLL。 YM2413 は一部の愛好家に愛され、他の FM 音源と同様に音楽の歴史からひっそりと消えていくはずだった。きっかけはわからない。1990年後半、当時パチスロ機は PSG4 色だったのが、そのチップの価格からか多くのメーカーに採用された。
まずは代表作を聞いていただこう。その名はサンダー V。 MSX ユーザーは常に OPM に対してジェラシーに近いものを感じていた。パチスロユーザーは新しい音楽として愛した。全てのパチスロサウンドは YM2413 のために作られた音楽であり、無駄がない。当時は光るパネルと音楽で世界観を表現するしかなかったとの名言がある。パチスロは通常無音である。リール音と停止音が鳴るのみである。ここは音楽が流れ続ける MSX ユーザーとは異なる。しかし、いわゆる当たりの時に筐体のスピーカーとオファーから YM2413 の和音とチャカポコドラムが一斉になるのだ。興奮が脳を直撃する。このサウンドがユーザーの心を捉えた。これはドラゴンクエストでいうレベルアップのサウンドに近いのかもしれない。杉山浩一先生はテレビゲームも含めてあらゆるゲームを愛した。パチスロ愛好家も同じくゲーム愛好家だったのだ。彼らにとっても YM2413 は青春の音楽だったのだ。ここで YM2413 は第2のピークを迎える。名曲を数曲紹介します。松屋商会スーパーボンバー。元 MSX ユーザーである作曲者ハルボンさんの貴重なコメントがネットに残っている。ベースがベンベンと元気に演奏されます。さらに重く激しくを目指してみました。一応ハンマリングだのいろいろと奏法を表現しようとしたのですが、分かっていただけますでしょうか。ブラザーが YM2413 では暴挙とも思われるレコードのターンテーブルを前後に動かしてキュッキュッと鳴らすあのスクラッチノイズや、発音数が少ないけれど頑張ってオーケストラヒットもどきにも挑戦してみました。 YM2413 のその後2001年頃パチスロ業界にも PCM 音源が徐々に採用される。しかしながら最新機種でも YM2413 のサウンドはサンプリングされ、往年のサウンドを奏でる DX7 のエレピが PCM 音源に搭載されるように、あの YM2413 の標準音は今日もポコポコドラムを奏でる。 YM2413 は発売から35年の月日を経て現役で初代サンダー V そのままの往年のサウンドを奏でる。近年 Twitter でこの文章が話題になった。カスタム音色を作成することは必要ありません。そう、YM2413 のサウンドは完成されていたのだ。こうして YM2413 は歴史上最も愛された音源チックとなった。日本ではその後時々 MSX マガジンが復刻するなど、サターンなどで MSX アーカイブソフトが発売される状況だった。 X68000 では MDX-Win というソフトがあり、ユーザーの作ったデータがやり取りされていた。それでも新曲を発表する文化はなかったと記憶している。大きく変わったのは YouTube や Twitter の登場だ。元 MSX ユーザーが大人になり一旦 MSX から離れるも新しい作品を投稿した。新たな演奏テクニックを生み出すなど、当時弱点と呼ばれた部分のピースのかけらを探すように音楽を作り続けた。海外も熱い MSX の商業的な活動が収束した後、1990年代以降の同人ベースでの活動、また2000年代以降のウェブベースでの活動も活発であり、世界の MSX 情報の集積地となっているウェブサイト MSX リソースセンターオランダのサイトである。今回の動画も多くのオランダ発の情報を引用している。 MSX のミーティングイベントは海外各国で積極的に開催されている。オランダではなんと1992年以来隔月で開催されている。スペインのバルセロナ、マラナ、セビーリャ、ドイツのシュトゥットガルト、オランダのネイメーヘン、ベスト、フリースラント、ブラジルのリオデジャネイロ、すべてここ最近のファンミーティングであり、内容を抜粋すると、著名人による講演、ゲームの展示、新旧の MSX モデルの展示、ニュースや情報の交換、技術サポートや修理、一緒にコーヒーを楽しむ、バーベキューなどが楽しめる MSX に対して同じ愛を持った共振者の集まりです。 MSX に興味のある方はぜひご参加くださいとのことである。移住しかない。2023年オランダで MSX GoTo40 イベントが行われた。
開演3ヶ月前時点でチケットはソールドアウト。イベントでは西先生の講演、新田先生のチックチューンパフォーマンスが行われた。世界レベルにおいても MSX は40年前を思い出す懐かしのハードではなく現役のハードなのだ。エミュレーションなども一部含まれるが、当時そのままの機材もまた現役である。そして時は現在日本。2024年 MSX 誕生から40年経った。日本でもファンミーティングは継続的に開催されている。南関東 MSX ユーザーの集い第112回が来月開催される。日本でも熱狂的な活動が行われている。当時10歳前後、小中学生だった僕たちは50歳前後になった。みんな必死にいろんなものを背負ってせっせと働いている。 MSX でコンピュータに出会い、プログラマーとして活躍している人もいるでしょう。音楽の世界へ飛び込んでプロ、アマチュア問わず活躍されている人もいるでしょう。ネットワークや機械設計に興味を持ち、エンジニアとして活躍する人もいるでしょう。また、教育、医療、国のため、様々なジャンルで活躍されているでしょう。必死に働き、ちょっとした休憩時間、自宅に帰り缶ビールを開けての時間、疲れた体を癒す休日。最近趣味がないと趣味探しをする同年代が増えているようだ。僕たちにはどれだけ時間があっても足りない趣味がある。みんな仕事、生活環境、それぞれ違う。100人いればそれぞれの生活と人生がある。僕たちには共通点があった。熱狂的な MSX ファンだった。今でもそうだ。もうそれだけで大切な仲間たちだ。音楽が得意な人は新しいテクニックで懐かしの名曲を MSX の音源を使って鳴らしたり、新曲を披露する。歌が得意な人は MSX の音源に合わせて新曲を作り歌う。愛してやまないゲームがある人は世界一レベルのウェブサイトを構築している。ゲームが得意な人はその達人的なプレイを動画に投稿する。そしていろんな思い出をネットで共有する。なぜ日本で世界でそこまで MSX に引きつけられるのか。弱点があったからだ。とても高価で完全だったハードは伸びしろがなく、愛されたが成長はそこで満足して止まってしまった。 MSX は家庭用ゲーム機やタキシパソコンと比較して常に何か足りなかった。ただそれだけでは理由にならない。みんな何かしらの理由で一度 MSX から卒業した。子供から大人になり、青春時代を過ごし、必死で働いた。ここ数年 MSX はかつて体験したことのない盛り上がりを見せている。きっかけの一つはコロナ禍だ。今までは週末は家族サービスやアウトドアで忙しく、サラリーマンは平日は通勤に3時間使い、スマホをいじり、帰ったら疲れて食事をとり風呂に入って寝るだけ。最初は持て余した時間をどうしようかなと考える。もうお分かりだろう。MSX は世界で400万台売れた。元 MSX ユーザーが帰ってきたのだ。西先生、新田先生の終わらない情熱に触れた人もいるでしょう。40年間の執念は素晴らしい。スムーズスクロールができない MSX1 でスムーズスクロールが、MSX1 の微妙な16色で美しいグラフィックが、チャカポコドラムでこんなサウンドが、毎日 MSX の新作が投稿され続けている。最先端の音楽、最先端のゲーム機の映像、最先端の映画の映像を見ても何も感じない。弱点だらけの MSX が作り出す映像と音楽に感動するのだ。再度鳥山明先生の言葉を引用しよう。弱点があった方が、制限があった方が、限界があった方が、それを超えた時に人は魂が揺さぶられるのだ。そして人間は新しい刺激を求める生き物だ。3D 立体視テレビや立体ゴーグルもあんまり流行らなかった。 MSX は今でも常に分単位で光の速さで新鮮な刺激を与えてくれる。 X、Twitter を開くと新作がバンバン上がっている。受け身である家庭用ゲーム機を解雇するのとは異なる部分である。2023年日本初の新しい MSX が発表リリースされた。 MSX には過去の栄光を懐かしがるという概念は存在しない。そして今日も世界中の MSX に魅せられた MSX 野郎たちが世界のどこかで新しい MSX を語り、新作を作り続ける。 MSX はただの企画の名前ではない。心理学の三大巨頭、
ユング、フロイト、そして最後のアドラー心理学では人間のライフスタイルは10歳頃で決まると言われている。そんな時に僕たちは MSX と出会った。 MSX という存在は人生設計にまで大きな影響を与えた。 MSX という存在は僕たちが人生を終えるその瞬間まで足りないかけらを求め続ける MSX の世界に終わりはないのだ。最後に若干、この動画を最後まで見てくれた人は MSX を愛してやまない人、もしくは MSX に興味を持ってくれた人かもしれない。でもゲーム作ったり MML で音楽作ったりは大変。誰でも簡単に2時間で青春の音楽を MSX やファミコンの音源で鳴らせる方法の解説動画を概要欄に載せております。ぜひ一緒に音楽作りませんか？音楽の知識ゼロでも作れます。もっと MSX を愛していただき、人生を豊かにしていただければと願います。今回の動画はここで終わりです。また次回お会いしましょう。